皆さんこんにちは。お絵描きバーチャル YouTuber のやきまえるです。子供が生まれてようやく復帰しました。で、今回なんですが、自分はね、在宅イラストレーター兼 YouTuber をやっているんですが、在宅フリーランス産後いつから働けるのかというね、話をしてみたいと思います。というのも、自分がね、出産するにあたってこのあたりね、結構調べたんですが、同じような境遇の方のブログや動画っていうのが本当に少なくてですね、不安だらけの産前産後だったんですよ。なので、同じようにね、不安を抱えているフリーランスの方や、今後フリーランスになってみようかなと思ってるような方、そんな方の役に立てたらいいなと思って、今回ね、産後の仕事についてを動画にまとめることにしました。はい。で、産後、いつから働けるのかなんですが、結論から言いますと、自分の場合、産後は保育園に入れるまでまともに働けませんでした。1日に1時間とか2時間とか働けるようなことはね、ちょいちょいあったんですけど、まとまった時間働けたり、納期のある案件を安心して受注できたりするようになったのは、保育園に入れてからになります。ただ、ここが違ったらもう少し働けたんじゃないかなって思う部分もありますので、そのあたりも含めてこれからね、詳しく話せたらいいなと思います。あと、働けるのか働けないのかだけじゃなく、お金のね、不安についても少しお話できたらと思ってますので、興味のある方は最後まで見ていってください。それではスタート。はい。で、説明していくにあたって、今回の動画って自分のファンじゃない方も見るのかな？むしろ同じような境遇の方、結婚出産やフリーランスへの転身を考えているような方が見てくれたら嬉しいなと思っているので、まず最初に自分の仕事や環境について簡単に説明したいと思います。まず家族構成なんですが、自分と夫、赤ちゃんと老犬がね、2匹います。自分はフリーランスイラストレーター兼 YouTuber をしておりまして、基本在宅での勤務になります。ただ在宅といってもメインの家とは別に同じマンション内に事務所を一室借りてまして、そこでね仕事をしています。そして夫ですが、夫もフリーランスになります。職業はエンジニアで、やっている内容は会社員とほとんど変わらないイメージです。基本はテレワークです。夫の部屋がなくてリビングで仕事をしています。あとフリーランスなんで育休はもちろんないです。そして私たち夫婦の両親なんですが、それなりに遠いところに住んでいるので、子供を預けるとか家事とかを頼るっていうことはできない感じです。里帰りもしていません。というのが自分の仕事と環境なんですけど、子育てしたことがある人ならわかると思いますけど、これ働けないんですよ。ぶっちゃけね、いろいろ後悔しています。そんな反省も踏まえてこれから話していくので、ぜひね、反面教師にしてもらえたらいいんじゃないかなって思います。で、どう話したらいいかなって考えたんですけど、状況によって結構違ったので、産前、入院中、産後、保育園入園後のね、4つに分けて説明していこうと思います。で、まず最初にね、一つどうしても言っておきたいんですけど、産後2ヶ月は基本働いちゃダメっていうのはもちろん分かっています。分かってるんですけど、自営業ってそうも言ってられないじゃないですか。産婦人科の先生にも、自営業でって言ったら、働くなって言っても、そうもいかないですもんねってね、言っていました。なので、この動画は産後すぐに働くことを推奨している動画ではないので、そこはね、勘違いしないようにお願いします。フリーランスの方が産前産後の働き方について考える材料の一つとしてご活用ください。それでは早速、まず産前についてなんですが、産前は自分の場合、かなり普通に働けました。つわりと、あとね、コロナに感染してしまって、その時は働けなかったんですが、それ以外はね、本当に出産前日まで結構ね、普通に働いてました。ただ、納期のあるような仕事は臨月には入れないようにしていました。臨月は YouTube の動画をだいたい作ってました。実際、うちは予定よりもかなり早く生まれてきたんで、入れないようにしていて、本当に良かったなって思っています。なので、納期のあるような仕事しかないフリーランスの人は、出産ギリギリまで働くのは結構難しいのかなって思います。で、次に入院中ですね。入院中は無理です。もうね、家にいるより忙しいんで何もできないと思ってください。赤ちゃんのお世話に加えて、診察、体温チェック、ご飯の時間、お風呂の時間、掃除が来る時間とか、なんかね、いろいろ予定があるんですよ。それに加えて、面会も来るので、休まる時間すらないような状況でした。なので、入院中に働こうっていうのは考えないでください。そして、皆さんが一番気になってるであろう産後ですね。産後なんですが、
子供がまとまって寝ない時期とまとまって寝る時期で結構ね状況が変わるので、それぞれお話ししようと思います。まず子供がまとまって寝ない時期なんですが、自分は1日に1時間ぐらい働ければいい方でした。まずね、産後は本当にずっと寝れないです。赤ちゃんは1、2時間おきに30分から2時間ぐらいをランダムで寝る感じなんですが、寝てる時間は自分の細切れ睡眠、食事、風呂、そして家事でね、大体終わります。哺乳瓶洗ったり除菌したりっていうのもありますしね。で、そんな中、今日合計4時間しか寝てないけど、もういいやとかね、割り切れば、どっかでね、1時間とか働けるっていう感じでした。実際この時動画も出してますしね。ただ、ここが違ったらもう少し働けたのかなって思うことが2つあって、1つ目は、これはね、子供によると思うんですけど、うちの子は本当にね、吐き戻しが多くて、1日に何十回と突然ドバってね吐いちゃう子だったんです。それでね、一度喉を詰まらせちゃって息が止まっちゃって本当に危なかったこともあったりして目が離せなかったんですよ。そのため目が離せるのが寝てる時だけだったので、これがなければ子供が起きてる間とかに横で仕事が少しはできたのかなと思います。ちなみに今離乳食食べてるんですが、未だにねよく吐きます。回数はね、かなり減ってきたんですけどね。で、もう一つのここが違ければもう少し働けたのかなって思っていることなんですが、これはね、まとまって寝るようになってからも同じことなんですが、夫の協力です。どんな時も夫の協力を得られればもう少し働けたんじゃないかなって思います。子供がまとまって寝ない時期は夜見てもらってまとまって寝ることができれば日中ね、もっと働けたかもしれないし、土日に子供を見てもらって働くことができればかなりねまとまって働けたのかなと思います。週に2日、少なくともね1日でもまとまって働ければ大きいですよね。で、うちではそれがなぜできなかったのかと言いますと、理由がね2つありまして、まず1つ目は母乳育児を頑張っちゃったからです。子供を産む前までは交代制で子供を見ればいいじゃんってね思っていたんですが、これね産んでから知ったんですけど、交代制にしちゃうと母乳が出るようにならないことが多いって言われています。なので急遽ね交代制は諦めて頻回授乳っていうのをしていました。だったら母乳育児をしなければいいじゃないかってね思う方もいるかもしれませんが、母乳育児って WHO に推奨されていたり、子供の免疫や口の発達、母体の回復などにもメリットがあるって言われているんですよね。このあたりがあって自分は後悔したくなかったんで母乳育児を頑張っちゃいました。ただ、訳あって母乳をあげられない人とかの子供がその後健康に育たないのかっていうと、日本だとそんなことってほとんどないんですよね。なので今思うともっと気楽に考えて頻回授乳は諦めて夫に見てもらう時間を作ってもよかったのかなと思っています。ですのでフリーランスでこれから子育てをするっていう方は特に事前にね母乳育児についてどうするのかっていうのを考えておくといいかなって思います。で、もう一つの夫の協力が得られなかった理由なんですけど、もうねこれはただの愚痴になるんですが、残念ながらうちの夫は全面的に協力してくれませんでした。私の産後の生活スタイルなんですが、実はですね、日中の夫の仕事中と夜の9時ぐらいから朝までは、私はね、子供を連れて事務所でワンオペ生活をしていたんですよ。朝と夜だけ家に家事をしに帰るっていう生活を送ってたんですね。もうね、正直きつかったです。でもそんな中夫は夜好きなだけ夜更かししてゲームしたりアニメ見たりしていて、朝全然起きてこないっていう超自由な生活を送ってたんですよね。私が全然寝れてない状態で朝家に帰ってくるとグースか寝てる夫がいるんですよ。それでどんだけお願いしても手伝ってもくれませんでした。もう腹が立っちゃって離婚まで考えたんですけど、なんとか今も一緒に暮らしています。今も全面的には協力してくれないんですけど、部分的にはね、協力してくれるようになったんで、いいかなと思い込むようにして耐えています。ちょっとね話がそれるんですが、産後って離婚率がめちゃくちゃ高いらしいんですよ。やっぱね、男って一部の人を除いて生物学的に育児ってもうなんかいろいろダメなのかなと思ったので、
フリーランスでね、働き続けたいっていう女性の方は、過度な期待はせず、自分が頑張るぞっていう覚悟をね、しといた方がいいと思います。はい。で、次に、まとまって寝るようになってからですね。まずいろんな人が気になることかなと思うので、うちの子がどれぐらいからまとまって寝るようになったのかを話そうと思います。で、うちの子なんですが、1ヶ月半ぐらいから4時間とか結構寝るようになって、2ヶ月の頃には7時間とか、長いと10時間ぐらい寝るようになりました。もちろんね、夜間授乳なしでです。はい。でね、子供いる人ならわかると思うんですけど、これ、SS レア級の育てやすい子です。なんとね、未だに夜泣きもしたことないし、生まれてからほとんど寝かしつけってのをしたことがなくて、これについては本当にラッキーだったなって思います。それでね、いっぱい寝てくれるおかげで働ける時間が増えたかっていうと、自分の場合は逆になくなりました。まずね、日中あまり寝なくなりました。また、成長したことでいろんな遊びができるようになったんですよね。本を読めば喜ぶし、あやせば笑うし、で、そうなってくると全力で構ってあげたいってなってしまって、もうね、ずっと構ってました。あとね、さっき話したようにすごい吐く子なんで目が離せないってのもありますね。じゃあ夜子供が寝た後に働けばよかったんですが、私がねめっちゃ寝る人なんですよ。なので子供が寝た後に残ってる家事をしてその後寝たら子供と同じ時間に起きちゃうような生活になっちゃいました。ですので睡眠時間がね短くてもいいっていう人であれば寝る前とか朝早起きして働けるんじゃないかなと思っています。で、最後に保育園に入ってからなんですが、ようやくね、まともに働けるようになりました。ただ、いくつか想定と違ったところがあるので、それをね、伝えた方がいいかなと思うので、お話ししようと思います。まずね、一つ目が、低月齢で保育園に預けるのは本当に難しいってことです。自分は子供が生まれる前は最短で預けられる生後2ヶ月に保育園に入れて働き始めようと思っていたんですが、実際は2ヶ月から入れる保育園は全部埋まっていて入れませんでした。なので自分みたいに甘く考えていると痛い目を見るかもしれません。次に想定と違ったことは、低月齢だと保育園に長く預けられなかったことです。産前は9時から18時でフルで預けられると思っていたんですが、実際今は9時から16時半で預けています。これなんでかっていうと、低月齢の子はそもそも長時間預かってくれない保育園がほとんどだし、預かってくれるところがあったとしても、長時間はね、預けない方が安心だからです。SIDS っていう赤ちゃんがね、突然原因不明で死んじゃう病気があるんですけど、それがね、保育園入りたてでストレスが多い時期に本当に多いみたいなので、無理だけはね、させない方がいいと思っています。また、低月齢じゃなくなったとしても、子供の睡眠時間を考えたら、18時を迎えって子供にとっては結構きついのかなって思っています。なので、子供がいると、やっぱりね、働ける時間は減っちゃうんだなーってね、子供が生まれてから思いました。で、もう一つの想定と違ったことは、病気ですね。保育園の洗礼なんてね、言いますけど、風邪ね、マジですぐに引きます。うちももうね、3回風邪をひいていて、しかもなかなか治らないんですよね。10日から3週間ぐらい体調が悪いです。で、そんな長い期間熱が出ているわけじゃないんで、熱が引けば保育園には預けられるんですけど、赤ちゃんのうちってきつい、行きたくないとかね、何にも言えないので、無理はさせないのが大切かなって思います。で、また、鼻水が自分で噛めないんで、本人も苦しそうだし、中耳炎のリスクも伴います。できる対策は、家でこまめに鼻水を吸ってあげることなので、鼻水が出ているうちは休ませるようにしています。で、そんな感じでね、休ませてると、もうほとんど働けないです。と、こんな感じで、保育園も想定と結構ね、違ったところがあって、思ったよりね、働けないんだなぁと実感しています。でもね、それなりに働けてはいるので、この少ない時間でできる限り頑張っていこうって思っています。で、ちょっとね、余談なんですが、低月齢で保育園に入れることをね、気にする方もいるかもしれないので、そのことをね、ちょっとお話ししておきます。で、うちは保育園入れて大正解でした。もともとうちの子は好奇心が旺盛で、肝もね、座っててめったに泣かないし、新しい場所に行くと目をキラキラさせるタイプの子だったので、
最初のうちから保育園を楽しそうにしていました。登園時は保育園や先生を見るとニコニコ大喜びしていきます。泣くようなことも全然なかったです。保育園に行けば人にもなれるし、刺激もたくさんあるし、いいこと尽くしだなって思っています。悪い点を挙げれば、最初はね、やっぱりうまく保育園で寝つけなかったので、無理をさせないようにじっくり慣らし保育をしていきました。寝れて食べれるっていうことを気をつけていれば、低月齢での保育園はとてもいいことのように思います。子供がね、かわいそうっていう人もいますが、うちの子はね、家にいるよりも楽しそうだったので、それはないのかなって思っています。はい、という感じなんですが、どうだったでしょうか？伝えたいことを全部詰め込んだんで、結構ね、長くなっちゃいました。自分はね、周りが産後も結構働けてるって人が多かったんで、もうね、それで甘く見てたら、痛い目を見たんですよね。事前に働く場所を考えといたり、家族と協力についてしっかり話をしておいたりしていれば、もう少しね、働けたのかなと反省しています。もちろん子供の気質とか保育園事情とかはそれぞれなので、全てがね、同じようにいくかはわからないんですが、出産を考えていたり、フリーランスへの転身を考えている人とかの参考にしてもらえたらと思います。で、最後にね、お金のことなんですが、自分はね、あまり困らなかったです。というのは、自分は貯金もね、しっかりしているし、投資でお金も増え続けています。あと、自分の仕事って、働いてすぐは収入がないけど、後からね、収入が入ってくるっていうものが結構あって、具体的に言いますと、YouTube とか、あと本もね執筆していて、それがまさかの Amazon ランキングで1位になるぐらい売れたんで、そのあたりの収入が働いてないっていう間も入ってきていたのが大きいです。なので自分みたいに継続してお金が入るような仕事であったり、投資であったりっていうのをしていると結構ね安心できるのかなって思います。逆に働いたら成果報酬がもらえるっていう仕事だけの人は事前にね困らないようにしっかり対策しておくと安心だと思います。ただですよ、後から収入につながる系の仕事って今はいいんですけど、産後働けてないのが後々響いてくるんで、自分なんかはもうこれから先が苦しくなるのかなって心配しています。もうね、そこはね、生きていくためにも娘のためにも本当にね気合で頑張っていかなきゃいけないなと思っているので、ここからね頑張っていこうと思います。皆さんこれからも応援してくれると嬉しいです。それでは復帰報告を兼ねての在宅フリーランス、産後いつから働けるのかでした。なんと僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない、絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。ぜひゲットしてください。またこのチャンネルではお絵描き関連の動画をたくさんアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では